今日はですね、琵琶湖の北側にある滋賀県長浜市というところに来てます。この長浜にはですね、奥琵琶湖パークウェイという道があって、いわゆる観光道路になってて、ドライブとかツーリングには非常にもってこいの道です。でこの昭和40年代に奥琵琶湖パークウェイが開業するまでの間ですね、道がつながってなかった集落っていうのがあるんですよ。それが菅浦集落というところになります。昔は両方から行けたんですけど、今は一方通行になってて、これから行く集落から出る方向は行けるんですけど、入る方向が一方からしか行けないので、ちょっとストレートに行けないんでですね、回り込んで向かってます。でこれから向かっているのが菅浦集落と、世間から断絶されたような地域だったので、そういう法律とかも及ばなくて、昔は外部から入る人たちをいわばシャットアウトしてたような場所でですね、本当に世間からずっと断絶されてたので、中央の目というのが行き届かないんでですね、住民たちが自分たちの手で法律を作って、自分たちの手で罪人を罰するというようなことが長年行われてた地域ですね。ここからちょっと集落っぽくなるんですけど、ちょうどそこにですね「ようこそ」って書いてあるので、歓迎されてます。そうですね。これ何に見えますかね。この菅浦地区の入り口にある四則門というふうに言われていて、ここで以前はですね、この集落に来る人たちを厳しくチェックしてた。今残っているのはこの西と東の2か所にあってですね、この門のところでですね、常に厳しく見張ってたと。でもすごく綺麗に作られてますね。屋根がすごいでかいんで、それでこの石で押さえてあるんですかね。そうですかね。書いてあります。西の四則門って書いてありますね。集落の領域と外界とを区切ってたと。ここまでが集落で、ここから向こうは外界だよ。そしてそこは橋ですね。面白いですね。この辺り道面白いですね。ここ2本ありますもんね。ここ橋というか暗渠って言った方がいいかもしれないですけど、本当にのどかないい感じの集落ですね。拒絶感もなく。船もいますね。今でもやっぱり船も使ってるんですかね。漁船か釣り船かって感じですかね。階段が湖に向かってますもんね。いいですね。水没階段。ここまで降りる必要があるのかっていうぐらいあちこちに等間隔にあるんですよ。だからやっぱりこの家の人たちが船で物運んだりする時にそこにつけるとか、これでだいたい集落の端っこまで来た感じ。これが東の四則門、さっきが西の四則門でしたけど、こっちもでっかい石はありますね。でも一応近江海の辺の道って書いてあります。琵琶湖の湖って書いて海って読ませてますね。一応なんとなく道っぽいのは続いてますけど、観光で歩かせる道にしてはちょっと状態がよろしくない気は。人がいらっしゃる。道ってまだずっと続いてますかね。大変歩いても出る遊歩道ができていたんやけどね、何年か前台風でみんな悩んだんですよ。
前は軽トラで向こうの東山に行けたんですけど。あ、そう、あ、ここも通れたんですか、軽トラが。軽トラで鉄板のみんな巡るんだよ。鉄板の上を軽トラが通ってたわけですか。そうそうそう。ああ、パークウェイができる前っていうのはちっちゃい道とかはあったんでしょうか。私が小さい自分はなかったです。よそに行こうと思ったら道では行けない。そういうのオーライとかで船で行ったり。だいぶ変わりました、その集落の様子っていうのは。観光事業でものすごく村の中がね、民宿とか観光の受け皿がたくさん作られました。じゃあその時にいろいろ民宿とか9軒ぐらいあったんですよ昔ね。9軒。今はもう料理屋1軒ぐらいだと思ってね。あ今は食料も買い出しに行くしね、自給自足の時代やったからこの村。あ、そうか、外部に行くのも大変だったんで。大変と思いますわ。ちょっとお店を訪ねていきましょうか。第南作業場っていうのはいっぱいありますね。第20とかありましたから。あ、ここも第3作業場、あっちこっちありますね。あ、ここ、あ、やってますね。ここやってそうじゃないですか。先地って書いてあります。パークウェイができた次の年に新しいこの店舗を建ててね、料理と宿泊とできるような状態をねしまして、パークウェイができるまでは自衛隊によってね、大浦から菅原までの間を一応車が通れるような状態の一車線の道路を拡張していただいて、大浦通らんとどこも行けませんのでね、途中のとこまで行って渡し船で渡って学校まで歩いてね。中学生はみんな船に乗って行ってます。行ってたんですか。戸数が110個余り昔はあったんですよ。人口も半分に減ってますし、戸数も半分に減ってますし。道路ができたことと何か関係とかってあるんでしょうか。やっぱりね、ここで生活していく上で地場産業が何もないんですよ。作業場がね、第12とか11とかいっぱいありましたね。あれはね、ヤンマーディーデルの就業する場所を自分とこの宅地の横に工場を建てて、出勤時間ゼロということでね、ここでやっていただいたんですよ。昔は川の水と地下水と琵琶湖の水とで洗濯したり野菜も洗ったりね、で魚の水揚げ米作ったりね。昔その隠れ里みたいな言われ方をしてた時もあったと思うんですけど、当時結構この集落内で自治をされてたというか。自治っていうか、まあ総村言ってその中でも警察の役割とか、裁判所の役割とか全部ここでできるようにした感じでやってたみたいです。自分もね、今長老衆という役目があるんですけど、裁判官みたいな立場なんですよ。例えばここの境はどこやとかの分かれになったら、お互いの双方の意見聞いて、ほなここにしましょうというしたり、そういうのが昔からずっとあるんです。その長老衆の制度は今も受け継がれてるという。名前だけね。名前だけでも受け継がれていて、でその方が今ここにおられるっていうのはすごいことですね。日
200年ぐらい戦争してたんで。今は別にわだかまりはない。わだかまりはないですけど、向こうが何か言ってきたら何言ってんやっていうようなことは言います。片方にあるんですよ、重心が。で石で押さえてるんですよ。であれがほんでどっかから攻めてきた時にポンと石を受けて、ドーンと倒して、で道から入れないようにするっていう。ああ、なるほど。すぐにじゃあ両替の門って言って道を塞いでしまう。すぐに防げるように、あえて重心を真ん中に向かって時にっていうこと。重りを外したらすぐ倒れるように、自分たちの村は自分で守るという。